長野県の松本市から新潟県の糸魚川市を結ぶ鉄道大糸線。この地域にも冬の寒さが和らぎ、暖かな春の訪れを感じる季節がやってきました。沿線では春を告げる花たちが次々と開花していきます。いち早く春を知らせてくれた花たちが終わるとすぐ、桜の季節が訪れます。4月上旬、松本市街地も淡いピンクで彩られ、人々が桜を楽しむ光景が広がります。松本市の中心駅で大糸線の起点となる松本駅。まずは松本市内の桜の様子を見ていきましょう。国宝に指定される松本城。松本城公園や周辺のお堀には約300本のソメイヨシノ、小彼岸桜、しだれ桜などが残雪の北アルプスを背景に咲き誇ります。桜のシーズンには天守閣と庭園内のライトアップが行われます。漆黒の城郭と桜が織りなす風景は見事です。松本市街地から東南に約3km、山全体がピンク色に染まる箇所が見えます。このピンク一色に染まる場所は弘法山古墳公園。丘一帯が約4000本の桜に覆われています。桜の森に足を踏み入れると、そこはまさに薄ピンク一色と言っても過言ではありません。墳頂に登ってみましょう。
墳頂からの眺望は素晴らしく、眼下に松本平、北は安曇野、南には木曽谷の入り口、背景には北アルプス連峰が一望できます。松本を出発した列車は北松本、島内、島高松と進んでいきます。そしてその先で梓川を渡り、北アルプスのふもとにある扇状地安曇野に入っていきます。JR 穂高駅。安曇野観光の拠点となる駅で、登山では北アルプス表銀座縦走コースの下車駅です。駅前のロータリーにあるブロンズ像は、穂高に生まれた彫刻家小川泰慶が手掛けた作品です。それでは安曇野の地に咲く桜を見ていきましょう。穂高川の堤防沿いには作詞家吉丸和正が作詞した日本の代表的な叙情歌早春譜の歌碑が建てられています。春とは名ばかりの安曇野、雪解けから吉野芽吹きを見つけるも、外ではまだ雪が降っている。春を待ち焦がれる心を歌っている楽曲が早春譜です。歌碑の横にはソーラーシステムのオルゴールが設置されていて、いつでも早春譜のメロディーが聴けるようになっています。北アルプスの常念岳と桜の風景を楽しめるのが十ヶ関自転車広場です。十ヶ関は江戸後期に灌漑用として作られた総延長約 15km の用水路です。とても緩やかな流れで、安曇野の関の中でも最大規模を誇ります。新緑と桜、そして残雪の山々。自転車広場は春を楽しむ人々でにぎわっています。
常年道祖神では2本の桜が寄り添うように咲いています。国営アルプス安曇野公園穂高堀金地区の里山文化ゾーンでは大きな一本のしだれ桜が開花しています。この岩原の大しだれは樹勢も旺盛で見応えのある一本です。安曇野市堀金地域の山麓沿いにある多田井地区。緩やかな傾斜の墓に立派なしだれ桜が構えています。この多体の桜はまるで柳のような長さでしだれています。この地区では至る所で見事な桜たちが散見されます。三郷地域を流れる黒沢川、その両岸約1kmにわたって桜並木が続いています。小倉地区で最も有名といえる桜といえば北小倉のしだれ桜ではないでしょうか。緩やかな傾斜の山里に咲く見事な一本です。
春になると誰が見るともない桜から立派な桜まで、まるで人々の生活に溶け込むように桜が咲いている。そんなどこか昔懐かしい風景があるのがここ安曇野です。安曇野エリアの次は大町エリアに入ります。安曇靴掛駅近くの水田地帯にポツンと咲く桜があります。須沼の一本桜です。この桜は田植えに備え田んぼを耕す頃に咲くため、地元では田打ち桜とも呼ばれ、水田耕作の目安とされてきました。爺ヶ岳や鹿島槍ヶ岳など北アルプスを背景に咲く美しい桜です。JR 信濃大町駅、大町市の市街地にあり、特急列車を含む全列車が停車します。黒部ダムや高瀬渓谷、そして西名山湖など大町観光の拠点となる駅です。周辺を見ていきましょう。霊昌寺は山の中腹に位置し、鐘楼からは大町市街を一望することができます。約600年前に創建された古刹で、桜、新緑、紅葉、雪景色と四季を通じて美しい風景を見ることができます。霊昌寺や次に紹介する大町公園を徒歩で移動する方はぜひ大町観光道路を利用してみてください。桜並木を眺めながら北アルプスの絶景を楽しむことができます。信濃大町駅より徒歩で25分、大町山岳博物館の前には大町公園があります。
四季を通して景観も楽しめますが、特に春は公園内に咲く桜と北アルプスの絶景が人気を博しています。桜のシーズンには桜祭りが開催され、ぼんぼりが灯り、屋台も楽しめます。それでは大町を出て西名産湖エリアへ行ってみましょう。信濃大町を過ぎると、続いては西名産湖エリアです。西名産湖の中で一番小さい湖、中綱湖。うららかな陽気の中、湖畔ではヘラブナ釣りをする人も見られます。この中綱湖は西名産湖の中で一番小さな湖ですが、一年のうちで最もにぎわいを見せるのがこの季節。湖面に反射する大山桜が人気となり、開花が始まると多くのカメラマンでにぎわいます。日中は風が吹き、水面が揺れてしまうので、比較的風が少ない早朝が狙い目です。澄み切った空気の中、穏やかな湖面に大山桜が反射しています。満開期間中の早朝が晴れの場合、それはとても恵まれたことと言えるでしょう。
北アルプスのふもとに連なるように広がる西名山湖。春もまた美しい桜の風景を見せてくれます。西名山湖を過ぎると大町市から白馬エリアに入ります。飯森駅の少し先、白馬47方面に向かうと、田んぼの中にポツンと咲く桜が見えてきます。上白の一本桜です。あまり有名な桜ではありませんが、残雪の山々を背景に孤高に咲く姿が印象的です。四季を通して楽しめるリゾート地、白馬村。その中心駅が JR 白馬駅です。白馬村の様子を見ていきましょう。この季節、至る所で白い拳の花を見かけますが、白馬駅から1kmほどの場所に代表的な拳の大木があります。四十九院の拳です。田んぼの中に水が張られると、水鏡に映る姿も美しく、春の定番撮影スポットとなっています。四十九院の拳から200メートルほど歩くと姫川に出ます。そこに架かる下河原大橋から下流にかけて桜並木が始まります。四十九院の拳を見た後、この下河原大橋を覗くのも良いかもしれません。ここより少し下流にある大出公園に行ってみましょう。雑誌やポスターでもたびたび紹介される大出の吊り橋。白馬駅から約 1.2km なので、歩いても15分程度です。
展望台へ行ってみましょう。大出の吊り橋と後継の白馬三山、前景の清流姫川との風景は白馬村を代表する風景です。特に桜のこの季節は絶景です。白馬駅から 1.2km、 松川を渡りそばの交差点から続く桜並木もきれいです。ここは観光名所ではありませんが、残雪の白馬三山と桜並木を見られる貴重なポイントです。岩岳入り口の信号のそばに貫禄のあるしだれ桜が咲いています。伝行山の鉄念桜です。植樹者の名前から由来して鉄念桜となったようです。伝行山の入り口に構える様はしみじみとした趣を感じます。大糸線はこの先で JR 東日本が管轄する電化区間最後の駅、南小谷駅へ向かいます。白馬村と隣接し、ともに特別豪雪地帯の指定を受ける小谷村。桜の季節を迎えた4月も下旬に近づくと、白馬村と同様すっかり雪が溶けました。中心地を流れる姫川沿いに南小谷駅はあります。大糸線の終点は糸魚川駅ですが、この南小谷駅は JR 東日本と JR 西日本との境界駅となっていて、ここから先は JR 西日本が管轄する非電化区間を気動車で通行します。少し周辺を見てみましょう。南小谷駅の先、国道148号線を姫川側へ曲がり、約 6km の山道を登っていくと、小谷村の中心地を見渡せる眺望の里キャンプ場があります。
標高1000メートルに位置し、城内には桜が150本以上植えられています。眼下には小谷村の原風景が広がります。北アルプスを染めるモルゲンロートで始まり、アーベンロートで終わる。夜が更けると満天の星空が辺りを包む。桜の季節も良いですが、春、夏、秋とロケーションが夢のようなキャンプ場です。南小谷駅を気動車が出発します。ここから先は架線のない非電化区間です。南小谷駅を出ると中土、北小谷、平岩と過ぎ小滝駅に到着します。この小滝駅前には見事な桜が開花しています。小滝川翡翠峡へ行く道は4月の下旬頃に開通となるので、4月中旬には訪れることができません。しかし開通を迎えた5月初旬頃は翡翠峡周辺で残雪の山々を楽しむことができるでしょう。小滝、根知と過ぎると次は首木大野駅です。近くにある桜の名所美山公園を見てみましょう。催し物広場横ではトンネルとなった桜並木が春を知らせてくれます。この美山公園では春になると公園内の600本余りの桜が咲き誇ります。広い敷地内にはフォッサマグナミュージアムや国史跡、長者ヶ原遺跡などが整備されています。2016年に発生した糸魚川市駅北大火からの復興の願いを込め、この地に植えられた希望の桜も花をつけていました。公園内にある水道タンク展望台からの景色です。右奥が雨飾山、左手前が首木駒ヶ岳です。
この展望台では雨飾山から北アルプス、そして日本海まで見渡すことができ、眼下の桜や残雪に輝く山々が望めます。首木大野駅の次の名所に向かいましょう。ここは姫川の河口部から 1.3km の右岸にある姫川桜堤。2km にわたり約500本の桜並木が彩ります。この場所の最寄り駅は姫川駅ですが、終点の糸魚川駅からでもバスに乗って10分程度です。残雪の雨飾山と桜並木が印象的です。大糸線の終着駅である糸魚川駅。松本を出て 105.4 キロを走ってきた大糸線がホームで待機しています。一番上にある北陸新幹線のホームからは日本海が望めます。周辺の桜の名所を見に行きましょう。糸魚川駅から富山方面に向かって約 7km の場所にある近江総合グラウンド。桜と残雪の黒姫山とのコントラストが織りなす風景がとても美しく、毎年多くの人が写真撮影や見物に訪れています。約260本のソメイヨシノが植樹されており、開花時期には近江観桜会が開催され、ライトアップも実施されます。最後は海川の桜堤をご紹介します。糸魚川駅から上越方面に 2km ほど進むと海川の桜堤があります。海川下流の堤防に植えられた桜たち、まだ樹齢は若いですが、最近では花つきがよく、お花見の新名所となっています。この場所からも黒姫山が望めます。
大糸線沿線における桜の開花は、まず糸魚川松本エリアが咲き始め、次に安曇野エリア、最後は白馬エリアと花開いていきます。道中では各集落で大切に守られてきた桜、北アルプスを背景に咲く誰が見るともない桜、人々のために植えられた川原の桜など、それぞれが懸命に開花しています。たった数日で散りゆく桜、残雪の山々とその儚き美しさが織りなす情景は、訪れる人の心にきっと何かを訴えかけてくれるはずです。遠き町を思う旅立つその目に、幼き日の面影、君と過ごした日々を胸に寄り添う